こんにちは。コーヒータイムジャパニーズポッドキャストの時間です。今日のテーマはスマホとの付き合い方です。皆さんは普段1日にどのくらいスマホを使っていますか？いや、そんな使ってないよって思っていても、スクリーンタイムを見たら驚くことありませんか？私も今日はちょっとしか見てないはずって思った日に限って気づいたら5時間以上になってたりしてびっくりすることがあります。スマホって本当に便利で、もう生活の一部になっていますよね。友達とのやりとり、ニュースのチェック、SNS や動画視聴、あとは買い物だったり銀行のアプリまで、これ1台あれば全部できちゃうって感じですよね。だから手放せないのは当然なんですけど、気づいたら時間をめちゃくちゃ奪われてるんですよね。例えば私の場合、最近はレシピを調べたくて TikTok を使うことが増えました。晩ご飯に何を作ろうかなと思って検索するんですけど、気づいたら可愛い犬の動画とか全然知らない人のダンスとかを見てるんですよね。本当に怖い。しかも長時間使うと体にダメージもきます。目が疲れてしょぼしょぼするし、肩が凝るし、最悪頭が痛くなってくることもあります。特に寝る前のスマホ、あれは危険です。ちょっとだけ YouTube 見ようかなと思ってベッドに入ると、もう夜中の1時なんてこともあります。次の日めちゃくちゃ後悔するのにまた繰り返しちゃうんですよね。でも一方でスマホがあるから助かってることも多いです。例えば地図アプリ、これがないともう道は覚えられません。知らない街に行っても迷わないのはありがたいし、海外に住んでいる私にとっては日本のニュースや友達とのやり取りはスマホがなかったら絶対に無理です。だから便利すぎて手放せないけど依存しやすいっていうのがスマホの一番難しいところですよね。で、最近は少しずつスマホを触らない時間を作るようにしています。まずは寝るとき。これは多分みんな経験あると思うんですけど、ベッドではスマホをいじらないって決めても、結局アラームをスマホで設定してるからベッドまで持ち込んじゃうんですよね。で、ちょっとだけって思って動画や SNS を開いて、気づいたら30分、そして1時間。もうこれはあるあるだと思います。だから私は思い切って目覚まし時計を買いました。寝室にスマホを持ち込まなくなったから睡眠の質が全然違うんです。夜はぐっすり眠れるし、朝もすっきり起きられるようになりました。それから朝、私は起きてすぐスマホを見ないようにしています。朝一番に SNS を開くと、まだ頭が働いていないのに大量の情報が流れ込んできて、すごく疲れちゃうんですよね。だからまずは窓を開けて深呼吸、それから柴太郎に挨拶して歯磨きや顔を洗って一通りの身支度が終わったらスマホを触るようにしています。この習慣にしてから朝の気分がすごく変わりました。最近気づいたのは、ソーシャルメディアって実は見なくても全然平気なんですよね。1日くらい SNS を開かなくても特に困ることってないし、意外と気持ちが楽なんです。
ただ問題は一回見ちゃうと止まらないっていうことです。ちょっとだけのつもりが気づいたら1時間なんてこと普通にあります。だから私は見ないっていう選択肢を意識的に取るようにしています。最初から開かないのが一番の対策だなと思います。それからもう一つ、私の場合だいたい暇だなーって思った時にスマホを開いちゃうことが多いんですよね。だから暇にならないようにするっていうのも工夫の一つです。例えばあらかじめ暇な時にやることリストを作っておく。本を読むとか、散歩に行くとか、ストレッチをするとか。やることを決めておくと無意識にスマホに手が伸びるのを防げるんですよね。最後にもう一つ、物理的にスマホを近くに置かないっていうのもすごく大事だと思います。机の上とかベッドの横に置いてあるともう癖で勝手に手が伸びちゃうんですよね。気づいたら LINE を開いてたり SNS をスクロールしたり。でも違う部屋に置いておくと携帯どこだっけって一瞬探すんですけど、その時にそうだ、今は触らないようにしてるんだったって思い出せるんですよね。これが結構大事で、それだけで無駄に開くのを防げたりします。結局スマホは便利だし楽しいけど、やっぱりバランスが大事ですよね。皆さんも自分に合ったスマホとの距離感を探してみてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。